皆さんこんにちは、遠山奈緒です。さて、遠山奈緒声優デビュー10周年企画として今 YouTube でさまざまな企画をお届けしているのですが、今回はナオスヒストリーということで、この10年間の中でゆかりのある方々と対談をしていこうということで、まずは今日は第1回目、記念すべき第1回に来てくださったのはこちらの方だ。やっほー、こんにちは。そしてなおちゃん、お招きありがとう。来てくれてありがとうございます。はい、安野清乃です。キャワー、キャワー。可愛いね、このペンギンたち。ボン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 。たくさんいるね、今日は。そうなんです。ソーシャルディスタンスを保ちながらの、寂しくないね、この子たちがいるから。もういろんな意味でダイブしたい気持ち。わかる。ドーンって行きたいけれども。もう今日来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。こう今までのこうプライベートの関わりだったりとか、あと役者さんとしての関わりだったりとか、あとこう歌手活動としての関わりとか、全部含めてやっぱり安野清乃さんという方は私にとってとても大きな存在で、なので1回目もうゆるい話も真面目な話もいろいろしていきたいと思っております。いやー楽しみっていうか、なおちゃんまずはですよ、10周年誠におめでとうございます。ありがとうございます。いやすごいことよね、やはり10年も続けられるというのが。でもやっぱりこう始めた時は10年続けられるっていう風に思ってスタートしたことではなかったから、なんかすごいあっという間なようで、なんかその駆け抜けて来られたありがたみみたいなことを改めてこの年は感じてて、でもきよさんも10年ぐらい。私はね、今年が10年目なんですよ。あ、そうなんだ。10年目だから、数え方にもよるけど、多分来年10周年っていうカウントになるかもしれない。そうなんですね。そうだから気持ち的にはなんだろう、ユニットのメンバー、ワルキューレのメンバーでもありつつ、もうなんかほぼほぼ同期みたいな。そうね、私もすごく近しく感じているんですよ、なおちゃんのことを。嬉しい。やっぱね、接点がワルキューレが一番大きかったので、ワルキューレっていろんなバックボーンを持ったメンバーが集まっている中で、きよさんは声優としてのこう歴だったりとか、年齢も近いっていうこともあって、すごく私も身近に感じていました。ご一緒する作品とかもね、作品というかシンデレラとか、そう接点がいろいろとあって、なんか本当あちこちのライブで、あ、なおちゃんいて心強いな、安心だなっていつも思ってる気がするもん。ああ、私も。でも出会いは実はもうちょっと前に遡るんですよ。きっかけってさ、あれかな、ガションガションみたいな。そう、多分そうなんです。これがすごいご縁なんですけど、このワルキューレってマクロスデルタから生まれたユニットなんですけど、川森昌司監督の作品で、出会いも川森昌司監督の信長ザ・フールという作品の、でもアフレコ現場じゃなくって舞台の上だったんですよね。はい、そうだったと記憶しています。きよさんは声優さんとしてではなくて舞台女優さんとしての登壇だったんですよ。そうだね、お互いの演技すごいピチピチしてたよね。ピチピチしてた。だって6年前ぐらい？多分もっとか、でもそれくらいかな。いやだからね、10年ってやっぱあっという間なんだけど、こう10代後半からのアラサーにかけての10年ってめちゃめちゃでかいというか、なんかそう思いません？大きいと思う。まさかなおちゃんからアラサーって言葉が出ることになってるっていう事態にもすごい非常に動揺してるぐらいなんだけど、いや私の中ではなおちゃんやっぱり中川かのんちゃんとしてね、私が一方的に知った機会としては、テレビでもう家でだらーっと神飲みを見てたら、すごいなんかみずみずしい演技をしている女の子がいるな、名前でもあんまり知らないな、新人さんなのかな、うまいなって思いながら見てて、でも歌のシーンもあったりした時にすごく歌も上手だったから、なんだこの子はガタみたいな気持ちになって、きっとね、その作品でなおちゃんを俺が見つけたって思ったファンの方はきっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、いやそのなおちゃんを知ったきっかけがそこだったから、すごいよね。その当時からライブもさ
かのんちゃんでやってたじゃない。いやー当時はね、本当にかのんちゃんに決まって、そこからなんだろう、こう声優さんとしてやらせていただけるお仕事の、なんかこうあらかた初めてを全部経験させていただいたっていう感じで、取材だったりとか、ラジオだったりとか、あとレコーディングも、ライブもめちゃめちゃ曲数あるよね、かのんちゃんってさ。アルバムもね2枚出させていただいてたから。2枚。そうなんですよ。だから決まった時にこういう活動あります、こういう活動ありますっていうのがドドドドドドドってきたから嬉しかったけども、やっぱり半分半分不安な気持ちもありましたし、まだ全然自信がなかったから。でもなんか自信が持てるようになるのって結構難しくないですか？わかる。まだまだ全然自信ないもん、私も。もう10年近いけれどね。でもなんだろう、やっぱりなおちゃんが今すごく洗練された技術をたくさん持っていらっしゃるじゃない？なんか演技に対してもそうだし、ステージングとかそのライブとかでの立ち回りとかも、ダンスのキレとかも当然そうなんだけど、もう何一つとってもこれが全て今までの経験が遠山奈緒を作ってきたんだなって、なんか今の奈緒ちゃんを見てすごくね感慨深いよ、私は。勝手に嬉しい。すごいね、遠山さんってね努力の人なんですよ、本当に。もうなんか誰よりもストイックだし、自分に厳しいし、多分奈緒ちゃんの中での自分が自分に出す OK ラインっていうのはきっとすごくね高いんだろうなって思うの、基準が。だからなんかそんな歴戦を数多くの経験を踏んで、その今ねワルキューレだったりシンデレラでご一緒させてもらってるけど、奈緒ちゃんのその自分へのストイックさっていうのがやっぱり伝わってくるし、すごいなってリスペクトをしているところでもあるし、一緒に立つことでこっちがすごいなんか引っ張り上げられるというかね。そんな奈緒ちゃんと同じステージに立って同じことをやってる以上は、今なんかワルキューレの MV とかバックでかかってますけどモニターがね本当にそう、あちこちに。本当に日々ね鍛えられているんですよ。いやでも感覚で、全然 OK ラインが高いとかは全然なくて、いや信じない信じないビチ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 全然そんなことなくて、なんだろう、特にワルキューレの活動に関して言えば、やっぱりこうメンバーへのリスペクトがめちゃめちゃもう心からあって、でみんな歌もうまいし、なんだろう、タレント性もあるし、一人一人こうトークのこう方向性とかも違うんだけど、みんな目が離せないし、だからこのメンバーの中で自分は何ができるだろうっていうことをやっぱりもう考えちゃうし、それはねキヨさんの存在もめちゃめちゃでかくて、なんかもうマジで聖母リーダーなんですよ。もうメンバーに聞いたらみんながそう言うと思う。みんな母っていうキーワードが出てくるよね本当ママーって感じありがとうございます。戦場で歌うっていう設定があるから、こう歌でしのぎを削り合って戦っていくっていう、だからそういうバックボーンはキャラクターとしてもあるんだけど、そのこうギリギリな感じだったりとか、振り付けを覚えるのがスケジュールがギリギリだったりとかハモリがめっちゃ難しくてギリギリだったりとか、心当たりがありすぎるわだけどキヨさんが優しく、なんかみんな頑張ろうって大変だけど大丈夫だよって言ってくれることで、なんかそんな気がしてきたみたいな、そう思わせてくれるんですよ。年々余裕がなくなってきますけどね、そんな心の余裕もねもうだって上がり続けるハードル、それに応え続けている私たち、いやもう本当頑張ってると思いますよ、私たちは頑張ってるね、本当にワルキューレとしてももう5年目に入っているし、じゃあ結構さ、出会いのきっかけが、約6年ぐらい前だったとして、でも丸4年前にはワルキューレが始まってるってことは、やっぱりすごく濃厚な時間をご一緒してきたのは一番はワルキューレだよね。そうだね、だって今5年って聞いて、そっか、この10周年の中の半分を確かに共に過ごしてきてるって、もうそりゃ大きな存在だわって思って。すごいことだわね。そうでもやっぱり初対面で会った時から
優しそうで包み込んでくれてっていう印象は変わらないんだけど、なんかそれ以上にやっぱりなんかリーダーになるべくしてなった方なんだなっていうのは節々で感じてる。本当かい？うん、なんかこのご時世だから、あれリモート飲み会とかも2人でしたじゃないですか。したね、一回。そういやありがとう。超本当に楽しかった。楽しくてしたんですよ、なおちゃんと。でへへ。リモート飲み会を。ですへいまへ。せんね、どうもどうもすいませんね、日本なお酒でね。なおちゃんのすっぴんおうちメガネ姿見ちゃっそうた。もう本当にゼロの状態で、そうそうあーってその時も、うんやっぱりキヨさんって本当綿菓子みたいな女の子で、なんかこう嫌なこととかって何もこう入ってこないっていうくらい、なんかもうふわふわな女性なのかなって思っていたら、なんか人間としてのステージがもっと上でなんかそういうことがたとえあったとしてもっていうか、もう本当に繊細な感性を持たれている方だから、いろんなことの気づきがあるんだけど、それを全部飲み込んだ上でのこの包み込む優しさを出してくれるっていうところが、もう本当に器の大きさってこういうことってなるんですよね。あった器。うん、あったかな。本当にもう器がでかすぎて、もうその中にメンバー全員入ってるって感じ。もっと大きくならなきゃ、そしたら。でもこうやってヘリに捕まって「わーい、キヨさんのお鍋に入ってる」みたいな感じ。それこそワルキューレ結成したての時にすっごいね遊びに行ってたの覚えてます？したての頃。ダンス見学しに行ったりとか、ああ行っとたボクシング体験しに行ったりとか、あキヨさんのパンチ力が異様に強くてドスンバスンのもう受けてる先生もおーみたいなあ、あなた力ありますね、見込みありますねぐらいのこと言ってもらったよね。入りませんかみたいですかとか言って楽しかったね。楽しかったね。な。それでいうとその頃みんなで行きたいねって言ってまだ叶ってない行きたいのがあるよ。トランポリン。覚えてるすごい記憶力がいい。そうそう、でもねだんだん活動が忙しくなってきたから行けななくなっちゃったんだけど、ねめちゃめちゃ行きたいって話してたのは覚えてる。アスレチック的な要素で言うとさ、うんちょっと前にマクトマで、アスレチック施設に連れて行ってもらえたじゃない、だからなんかすごくね嬉しかった、楽しかった。でもめっちゃ面白かった。なんかね、キヨさんはここまでの話でわかると思うんですけど、めちゃめちゃ真面目でふんわりしてる女性なんですけど、時々とんでもないことをいい意味でしでかしてくれる方なんですよ。何したっけそうね、何したっけ。なんかゴール間近で壁登るやつで、最後ゴールってパーンってボタンを押した後に飛び降りて着地しなきゃいけないっていうことをはいはい、知った後気が動転して何回もゴールボタンを押し出すっていうもうゴールしてるから大丈夫ですよ飛び降りなきゃいけないんですかみたいなでも飛び降りなきゃいけない事実は変わらないんですよ現実逃避だよねこれ、ただの。そう助けてみたいな。それのかわいそかわいいみたいなかわいそうかわいい新しいジャンル。頑張れーって飛び降りておいでーみたいな。最後は往生したよね。だってさ、そこにさ、なおちゃんのプロ意識を見たなと思ったのがさ、なんか段にこう登っていくのがあったじゃない？はいはいはい。で、あ、怖い、本当に怖い、登り怖いっていざなった時に、そっからやっぱり降りないといけないんだけど、遠山さんもなんだけれど、その飛び降りる勇気が出なくて、ごめんなさい、降りられない、ちょっと番組収録押しちゃってごめんなさい、押しちゃってごめんなさいみたいなことを言いながら私尺取りましたそう言ってたの。どうしよう。もうそれがここでもプロ意識を発揮していると思ってもう見習いたいと思いました。すごかったね。壮絶な収録だったけれども、もうなんか一生の思い出になるぐらい楽しかった。確かに確かに。いやもう思い出はもう数えきれないぐらいあるから、それこそ肉フェスに行ったりとか、その時もキヨさんが本当に頼もしくて、私たちされちゃったんですよ。まさかのデート気分で嬉しかった。私もそう思ってたよ。
2人で結構合ってました私たち。生じゃなくて生き様でお芝居をしないと、もうもこういう先輩たちにはきっとなれないんだろうなって